地球をぐるりと回ってちょうど日本の裏側にあたる南米アルゼンチンのパタゴニア、その北寄りに位置する貴重な野生動物の宝庫バルデス半島へと取材班はやってきました。ここバルデス半島の北の岬プンタノルテは3000頭以上のオタリアが住む世界一の大繁殖地。今見えているのは200頭くらいの巨大なコロニーです。オスが持つ立派なたてがみから英語でシーライオンと呼ばれるアシカの仲間です。1頭のオスが10頭以上のメスを従えるハーレムを作るオタリアは今子育ての真っ最中。南半球の春11月頃に生まれた生後 1,2 ヶ月の赤ちゃんがコロニーのあちこちで元気な姿を見せていました。2月、日本は冬の最中ですが、ここバルデス半島は夏の真っ盛り。よちよち歩きをしていたオタリアの赤ちゃんも泳ぎの練習を始める時期になりました。4月から5月には彼らも親と一緒にこの土地を離れ、大西洋を回遊する旅に出なければなりません。その旅立ちに間に合わせるため練習に明け暮れるのです。ところがそんな彼らの前に思わぬ試練が立ちはだかります。波間を漂う黒い影、シャチです。体長9メートル、体重8トン、ヒレの高さ 1.5 メートルにも達する巨大な海のハンターです。毎年3月、シャチのこの地への到来がオタリアのコロニーにも大きな影を落とします。潮だまりで練習していたオタリアの赤ちゃんもこの頃になると波打ち際で泳ぐようになります。必死にトレーニングしたおかげで日に日に一人前のオタリアになっていく赤ちゃんたち。しかしそれはさらに危険に近づくことでもありました。じっと沖を見守る母親たち。オタリアの赤ちゃんを狙うシャチの姿を監視しているのです。実はこの浜辺には干潮の時にも溝のように残る深い部分があります。賢いシャチは満潮の時、その溝を通り道にして襲ってくるのです。シャチの接近に気づいたメスたちは早速海に出て警戒行動をとります。シャチをか乱しようというのでしょう。同時に母親は泳ぎの練習に夢中になっている我が子を呼び寄せます。危険な波打ち際から丘の上へと赤ちゃんを誘導。この素早い対処のため、シャチが接近した時にはすでにみんな丘に避難していました。さすがのシャチもこれでは手も足も出ません。しかしシャチは諦めません。今度は目立つ背びれを海面の下に隠して近づきます。ギリギリのところまで背びれを隠し、一気に襲いかかろうとするシャチ。メスたちはまだ気づいていません。あと数メートルがその時、直前でシャチに気づいた母親が我が子を呼び寄せます。赤ちゃんをかばいながら陸上へと誘導する母親。どうやら間一髪のところで助かりました。またしても失敗したシャチ。しかしシャチも
生きるためには食べなければなりません。その後もハンティングの機会を伺うシャチ。しかしその度に大人のオタリアたちが大勢で波打ち際からあっちへ行けとシャチを牽制します。さすがのシャチもとうとう諦めたのでしょうか。きびすを返して沖へと泳ぎ始めました。恐ろしい敵が去ってほっと一息。子供たちも波乗りを再開しました。ところがその時でした。またもやあの背びれが猛スピードで迫ってきたのです。立ち去ったと見せかけてオタリアを油断させる罠だったのでしょうか。そして一頭の赤ちゃんがその鋭い牙の犠牲となってしまいました。シャチの奇襲作戦は成功したのです。それからもシャチが執念のハンティングでオタリアの赤ちゃんを捉えるシーンをカメラはたびたび目撃することになりました。その場で獲物を食べず沖合に戻ったシャチ。ここで奇妙な行動を見せました。捕らえたオタリアの赤ちゃんを一旦離しては捕まえるということを繰り返したのです。30分から1時間も続く獲物をもてあそぶような行動、むごい仕打ちのように感じられます。しかしこれも若いシャチに狩りの仕方を教えるために必要なことでした。オタリアを襲うシャチ、そのシャチから必死に身を守るオタリア。それは一方的な殺戮のようにも見えます。しかしシャチはこのオタリアのおかげで命をつなぐことができるのです。そしてオタリアの赤ちゃんたちもまたこの試練を乗り越えることで立派な大人へと成長していくのです。生後10ヶ月の生存率わずか5割。それは彼らが次の世代に命を伝えるための尊い代償なのかもしれません。